確証はないんですけど、日本人の生活保護申請率上がってるんですよ。若い人に。じゃあなんで上がってんのかっていうと、割と僕好きあらば生活保護取れって言うじゃないですか。割とね、それの影響はあるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。ひろゆきが取れと言ったから生活保護を取りますじゃなくて、自動車があっても生活保護取れますよとか、生活保護取りたいんだったら、まず自分が実家にいたら生活保護取れないよねっていうのも、東京にいる団体とかに連絡して、住処を用意してもらったりとか、女性だったら女性センターみたいなところに行って、で、そこから NPO に連絡してもらって、NPO の人と一緒に役所に行って、そこで生活保護申請すると結構取りやすいですよ、みたいな話とかっていうのをしてたりするので、そういう形の取り方だったりとかっていうので、自動車があっても生活保護取れるようになりましたとか、生活保護取るときに親族とか家族とかに借金してるので連絡をしないでくださいって伝えると、それは役所の人がその親族とかに連絡してはならないっていうルールになりましたよとかって言ったりするので、なので申請しやすくなってるっていうのは一応影響あるんじゃないかなと勝手に思い込んでます。これは確証ないし証拠もないし、ただの感想なんですけど、生活保護に関して福祉の人が教えてくれるっていうのが結構デマが混じっちゃってるのが僕日本良くないと思ってて、地方自治体によっては生活保護の申請をいかに断るかというのが自分の仕事であるというふうに考えている人たちは結構多いんですよ。なので水際対策って言われるんですけど、生活保護の申請出されちゃうと基本大体の人もらえちゃうんですよ。法律上。なので申請をさせない、申込書を渡さないっていうので生活保護の人数を減らすっていうのをやってる役所は本当にあるんです。なので生活保護しっていう人が役所に行ったら親切に手取り足取り教えてくれるよっていうところもあるんですけど、そうじゃないところもあるので、結果として役所に行っても生活保護もらえないっていうパターンもあるんですよ。そうすると NPO 系の人と一緒に行ったりとか、共産党系の人と一緒に行ったりとか、弁護士さんと一緒に行ったりとかすると、ちゃんと法律通り申請できたりするっていうのもあったりします。僕は生活保護を結構受ける人が多くなった方がいいんじゃないかという話をちょこちょこしていて、ツイッターで生活保護と年金もらう人が今日本の3割になってて、5割になったら民主主義の国だともう長期的には難しいよねっていうのを書いてあるんですけど、で、そうするとじゃあ生活保護の人が増えるのは良くないのではないかというふうに僕は思っているというふうに誤解をされるんですけど、僕は生活保護の人めちゃめちゃ増えるべき派なんですよ。これが結構ね、ちゃんと説明しないと分かっていただけない部分だと思うんですけど、生活保護の人というのがまず2種類います。僕が言う生活保護ですよね。一つのパターンはもう高齢者なので、そもそも働けません。高齢者も働くべきである派という人がいるんですけど、僕それ反対なんですよ。高齢者が働こうとすると、新しい技術を覚えて働くのではなく、今までの自分ができることを安い給料で働くということをやらざるを得ないんですよ。年取ってから新しいことを覚えられる人ってのはごく一部いるんですけど、基本的には年を取った人というのは新しいことを覚えることができません。なので、自分のできる範囲内でできることを安い給料でやっちゃうんですよ。コンビニの店員とかのレジ打ちぐらいだったらできるよね。本来レジ打ちのようなものというのは、僕は機械化すべきだと思ってるんですよ。ユニクロだったら商品を箱にボコッと入れたら、はい、いくらですってできて、それをじゃあクレコをピッてやって、それを自動的に決済してっていうのができるわけじゃないですか。小売というのは基本的にあの状態になるべきなんですよ。で、なぜならないかっていうと、人件費が安いからならないんですよ。高齢者が年金をもらっているので、じゃあ時給800円でもいいですよ。なぜなら年金で5万円もらえるから、時給800円で働いて、プラスアルファ4万円ぐらい稼げたら、年金の6万円と4万円足して月に10万円だから、じゃあ暮らせますよねっていう形で、安く働くというのにしてしまうんですよ。そうすると、月4万円でコンビニの店員やりますっていう人と、若者が同じ値段でじゃあ月4万円になりますって言ったら、若者は月4万円で暮らせるわけないじゃん。家賃払って、じゃあ結婚して子育てしてってなるので、スキルのない高齢者が年金をもらいながら働くというのは、むしろ労働者の給料を下げる方向に動くので、結果として若い人にお金が入らなくなるんですよ。で、日本じゃ若い人がお金が入らないとどうなるかっていうのが少子化。お金持ってる人の結婚している割合というのは、昭和の時代とほとんど変わってないんですよ。20代で年収が600万円を超えている男性は7割ぐらい結婚してるのかな。なので、20代でそれなりに収入ある人っていうのは結婚しているというのは、実は昭和の時代と変わらないんですよ。で、30代のお金がある人も結婚しても変わらないんですよ。お金を持っている人が結婚している割合が変わらないのに、今の20代が結婚している割合が低いのはなぜですか？昔に比べて年収の高い20代が少ないからです。なので、男性の給料と結婚するかどうか。で、結婚した後に子供を持つ割合というのも変わってないんですよ。昭和の時代から。結婚している人は子供を産むんですよ。結婚さえさせちゃえば、とりあえず子供を産むし、そうすると少子化対策になるんですけど、今の20代が結婚しないというのが子供が生まれない原因なんですよね。30代の結婚割合も実はあんま変わってないんですよ。
なので30代から結婚する割合というのは昭和の時代も変わってないんですけど、昭和の時代と今何が違うかっていうと、20代で結婚する人数が劇的に減ってるんですよ。で20代がなんで結婚しないかっていうと、男性に金がないから。女性は年収が上がると結婚率が下がります。20代の女性の場合は、いい年収を持つと、自分よりも高い年収の男性と結婚しようとするので、むしろ結婚率が下がるんですよ。例えば20代で年収800万の女性は、800万円以上の男性としか自分は結婚しないと決めてしまうので、なので結婚しなくて結婚率下がるんですよ。男性が年収600万です。女性が年収200万とかだったら、別に年収200万の仕事なんてやってもやらなくてもしょうがないから、もう結婚した方がいいよねっていうので、割と結婚するんですよ。なので女性って年収が低い人の方が結婚率が高くて、年収が高ければ高くなると、自分のキャリアを捨てたくないとかっていう理由で結婚しなくなるっていうのがあるので、少子化対策をするために20代の結婚率を上げようという場合は、今のところ統計上、20代の男性の給料が高くなると上がるよという答えになってしまうんですよね。20代の若者たちというのも給料を高くしなければならないんですよ。そのために年金をもらった人が働いたら、それは給料下がるよね、全体の。年金があるんだから時給800円とか最低時給でいいですっていう人が働き始めちゃったら、若い人たちも同じ仕事をしたら最低時給になってしまうっていうのがあったりするので、なので、なるべく若い人たちが給料を高くするためには、高齢者が働くべきではない。で、これがじゃあ高齢者じゃなくて生活保護をもらってるレベルの人もそうなんですよ。生活保護がもらえるかもらえないかギリギリの人が働いています。そんなにスキルがないので最低時給で働いています。で、その人が生活保護もらって働かなくなると、社会の時給は上がるんですよ。生活保護ギリギリとか最低時給ギリギリで働く人が世の中にいなくなったら、企業側は高い時給で人を募集せざるを得ないじゃないですか。僕、その生活保護とかベーシックインカムとかっていうのを働ける人でも取るべきだと思うんですよ。働けるレベルの人で、でもその最低時給しか働けない若い人っていうのは、スキルのない人なんですよね。スキルのない人がそこで肉体労働をし続けてしまうと、機械化をして、その機械技術やノウハウを海外に売るというのにとっては、むしろ足を引っ張る行為になるんですよ。なので、最低時給で働く肉体労働者というのをなるべく減らして、それでも回るシステム、社会というのを作って、それを海外に輸出するという方が儲かるんですよ。僕が言ってる絵空事の話ではなくて、イギリスで産業革命の時代に同じことが起きたんですよ。産業革命というのがイギリスであって、綿を作った布を作るみたいなのを、そのイギリスは工場で機械でガンガン作ったんですよ。一方、イギリスの産業革命の前に、じゃあ世界中で綿織物を作ってたのはどこか？中国なんですよ。中国は、じゃあなんで世界中に綿織物が輸出できたか？中国人の時給が安いから。なので、中国はひたすら肉体労働を安くすることで綿織物をバンバン作ってたんですよ。で、イギリスはもう労働者そんなにいらんと。むしろ機械化するっていうのにして、機械でバンバン農物を作って、結果として中国は負けたんですよ。要は機械化してイギリスと安い時給の中国で、機械化したイギリスに負けて、イギリスはそこでお金をがっぽり貯めて、でがっぽり貯めたお金で銃を買って、そこでイギリスは中国をバンバン攻めて、でそこにこうその当時で言うとアヘン、あれをこう持ち込んで、で中国に対してこうアヘンをバンバン売って、そこでも儲けてっていうのをやって、ここは中国の中でこれ俺たちの土地だっていうのをイギリスがやってっていうので、中国の綿織物という産業を完全に潰してイギリスが儲かったっていう時代で、機械と人間が戦ったら基本絶対機械が勝つんですよ。なので時給が安くて人間がやってるからいいよねという戦い方をしてる限り、長期的には負けるので、時給の安い人間を使わないで産業を作るというのを早めにやらなきゃいけないんですよ。でも今の日本というのは、安い外国人を入れようとか、年金をもらってる高齢者を働かせようとか、生活保護をギリギリで働いている最低時給の人たちに働かせようってなってるんですけど、それ間違いです。そういう人たちが働かないようにして時給を上げることによって機械にした方が安くなるよねという形にして機械化をどんどん進めなきゃいけないんですよ、長期的にはっていう話なので、僕はその働ける人に対してでも生活保護とかベーシックインカムというのを出すべきである。その方が利益率が高くなるので、結果として日本という国が石油を買ったりとかガスを買ったりというので、外貨で買わないと日本の先進国としての生活できないからねっていうためのお金になるよっていう話です。でこの話がね、今話したように長いからね、結構ね、理解されないんですよね。なのでね、賃金を上げなければいけないんですよ。賃金を上げることによって、機械化した方が安いよねという状況を作らなきゃいけないんですよね。とりあえず設備投資にひたすら回すっていうのをやらなきゃなくて、で、設備投資に金をガンガン突っ込んでる国の方が勝つんですよ。設備投資にガンガン金を突っ込む国と、設備投資に全く金を突っ込まない国で戦い続けたら、日本は東南アジアに 100% 負けますよ。だって人件費東南アジアの方が安いんだから。日本がそれなりに貿易の中で勝つためには、人件費競争をやって勝てる
るわけがないんですよ。もう法律を守りませんみたいな中国の人たちと戦わなきゃいけないわけだから、そうするともう機械化で勝つしかないんだから、機械化のためには何が必要か、人間が労働力とか努力で物を作るというのを諦めなきゃいけないんですよ。もちろん人それぞれの職人芸とかあるので、ごく一部のニッチに関しては職人芸で頑張るなんですけど、大量生産系のものとか必ず需要のあるもの、例えば介護っていうのは世界中どこにでも需要があるんですよ。高齢者というのはどんどん増えてくるから。なのでそのシステムというのは世界中に売れるんですよ。でも輪島塗みたいなのって機械化しても意味ないんですよ。あんなもん世界中にいっぱい売れないから。だからそこは職人さんが一生懸命作って、ただこんなに硬くて丈夫な器ってなかなかないでしょ。だから高く買ってねっていう形で職人がどんどん特化していっていい給料をもらうべきなんですよ。介護とかだったり農産物だったりとかっていうのは基本的にはもう世界中どこでもやってるもんだから、そこは機械化して技術を売った方が良いって話です。はい。無能を働かずに生活をもらうべきだって言ってますが、それで日本の税金は大丈夫でしょうか？大丈夫です。すでに生活保護のハードルが高くなって金額も減らされてるんですか？大丈夫です。なんで大丈夫かっていうと、生活保護をもらい続けるだけで、本当に生活保護を死ぬまでもらい続けますっていうのができる人は多くないからです。他の人種とかの国の場合は違うんですけど、日本人って割と世間体とか世間の目とか、あと生真面目な人たちっていうのが割と多いので、生活保護をもらったとしても、畑仕事始めたりとか、絵描き始めたりとか、近所の手伝い始めたりとか、何かしだしてしまう民族性なんですよ。なので、生活保護をもらったとしても結局なんかしてしまうので、生活保護をもらってる状態でやりたいことをやるという方が、結果として利益を生むのではないかっていう仮説を僕は持ってるんですよね。僕、IT 系にいるんですけど、IT 系でじゃあ、めちゃくちゃ儲かってる人たちって、大体ろくでもない必要ないことをやってるんですよ。ソシャゲ作ってますって必要ないじゃないですか。ソシャゲなんかなくても死なないんですよ。でもなんかゲーム面白いっていうので作ってる人がいて、ゲーム面白いって言って買う人がいて、例えばじゃあ歌手とかアイドルとかって儲かってるじゃないですか。で、ライブにじゃあ5000円とか1万円払う人がいて、じゃああの人たちって必要なのいらなくねって言ったらいらないんですよ。別に歌手なんかいなくてもいいし、アイドルなんかいなくても何の問題もないじゃないですか。でも、楽しそうに歌を作ってる人がいて、歌を歌ってる人が見たいと思って、1万円とかお金払ったり、CD 買ったりとか、なんかオンラインのデジタル配信とか買ったりっていう人がいて、そこでお金が動き出すんですよ。なので、そのコンビニで働くとかっていうので、人生を無駄遣いするよりも、生活保護で生活を安定させた上で、漫画描くとか小説書くとか歌を歌うとかっていう、自分自身がやりたいことをやってます。それで何か作品を作りました。これ見てくださいねっていう方が、結果として利益を生む可能性が高いのではないかっていうふうに思ってたりするので、なのでとりあえずみんな生活保護的にベーシックインカムで金もらえばいいんじゃねえのって思ってる派閥です。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。